おはようございます。本日4ヶ月ぶりの有給休暇です。もろもろのリリースが立て続けにあって、なかなか休めなかったんですよね。そんな日に何をするかというと、銀行口座の解約。オープンと同時に銀行へ行ったら秒で終わりました。星のコーヒー店に来ました。普段朝食を食べない私ですが、珍しくモーニングなるものをいただきます。ダバー。わー、メープルシロップの海だ。焼きたてのフレンチトーストは美味しいですね。表面カリッ、中ジュワー、的な。浅草までワープしました。浅草観光？いいえ。まさかの口座解約2個目。こちらも30分ほどで完了しました。どちらの銀行も解約だというのにこちらが申し訳なくなるくらい今節丁寧に。それでいて淡々と対応をくださいましたことを報告する。てっきり解約理由とか聞かれて引き止めに合うものだと思ってたウーマンです。墨田区立墨田公園に来ました。ランチ食べましょう。日替わりのランチを注文しました。三元豚ロースのソテーとナシゴレン風バターライスです。付け合わせはキャロットラペと大学芋のような甘じょっぱい味付けのさつまいもでした。全く関係のない話なのですが、以前の動画で転職することとそれに伴い生活環境が大きく変わるということをお話ししました。実はですね、今年の秋くらいからベトナム社会主義共和国の南部都市ホーチミンシティで働くこととなっております。いわゆる現地採用として働きます。いつまでという話ですが、雇用期間の定めはないため、言ってしまえば私の気が済むまででしょうかね。実は銀行口座の解約もその準備の一環で、今のうちから海外利用可能な銀行へのメインバンク移行や不要なクレジットカードの整理等を進めているところです。もともと人生で1回くらいは海外で生活してみたいなぁと思っていたこと、30歳を目前にし海外で働く決心をするなら今が最良なのではないかという思いがありまして、なんやかんやでその2つが私の中で噛み合い動いた結果、このような運びとなりました。海外転職専門の転職サイトを利用し、ダメ元でいろいろと応募してみたところ、ありがたいことにそのうちの一社とご縁があり、内定をいただきました。まさか本当に海外に行くことになるとはって感じで、本人が一番ポカーンとしてます。いや、もちろんめちゃくちゃ楽しみですよ。楽しみなんですけど、やっぱりいろいろ不安はあります。現地での生活が肌に合わなかったらどうしよう。
葉、文化、食事、衛生環境、コミュニティ。そもそもベトナムに関する知識なんて原付ベトナム縦断1800キロくらいしかないのに。仕事内容も現職よりは高度なものとなるため、それを慣れない生活環境の中で遂行できるか、もろもろが重なって心身ともに病んでしまったらどうしようとか。とはいえ、もう決まってしまったことを悩んでいても仕方がありませんね。構えすぎず、だけど期待もしすぎず、ゆるい気持ちで移住しようと思います。それにしても、私は決められたレールの上を歩む人生を好むタイプだと思っていたのですが、まさかこんな行動に出るなんて、自分が一番びっくりですよ。なんというか、自分の中にそれだけのパッションが残っていたんだなぁと思わさせられました。ごちそうさまでした。ポークソテーにはスイートチリソースがかかっていたのですが、洋風とエスニックの折衷が後を引く美味しさでした。休日だと混んでいる店も平日ならそこまで混んでないから、一人で気軽に入れていいですね。一屋さんでかき氷をテイクアウトしました。ほうじ茶ミルクにバニラアイストッピングです。ごめんなさい。食べる様子が全く撮れてませんでした。大変申し訳ございません。氷は粒が細かいながら繊細すぎず、ちょうど良いシャクシャク感が楽しめるものであり、シロップは甘く濃厚ながらほうじ茶の香ばしさが感じられました。先ほど服にかき氷をこぼしてテンションだだ下がりなので、本日は帰らせていただきたく存じます。ベトナム移住の話に戻りますが、とにかくなるようにしかならないと思うので、残りの日本生活も移住後のベトナム生活も思いっきり楽しみたいと思います。以上、今回はご報告まで。